これ、こんなになるまで使い込んだ攻略本。ピンク。ゾーラ、かっこよかったんだよな。ちょっと恋してたんだよね。私はわかんなくなっちゃったら、電話で聞いてよかったんですよ。これとかすごいメモしてある。皆さん、こんばんは。今日の動画は、ボロボロになるまで使い込んだとあるゲームの攻略本を触ったり見たり思い出話をしたりする動画です。ムジュラの仮面の攻略本です。これ、表紙もなくなっちゃって、こんなになるまで使い込んだ攻略本。これらを触ったり読んだり、皆さんと一緒に思い出のお話を共有できるような動画にしたいと思ってますので、ぜひ最後まで見てってください。ムジュラの仮面は64と 3DS 2つ出てます。これは2000年発売。これが2015年発売。15年の時を経てリメイクされたんですね。ムジュラのゲーム自体をね、知らない人もたくさんいると思いますので、キャラクターの紹介とか、どんなゲームなのかとか、そういうのもお話できればなと思ってます。私と同じようにムジュラが大好きな人とか、昔遊んだことがあった人とかいたら、コメント欄で思い出話を聞かせてください。このゲームはね、月の落下で消滅する世界。残された時間はあと3日。親友を探して旅を続けるリンクが迷い込んだのは、どこか奇妙な街、クロックタウン。迫り来る月から世界を救うために繰り返す3日間と仮面にまつわる物語。不思議な仮面で変身して敵を倒したり、困っている住民を助けて幸せにしたりっていう、そういう内容になってるんだけど、神殿が4つあるんですよね。その神殿を全部倒してこの月の中に入って、もう最後の悪者をやっつけるんですよね。それでゲームは一応クリアの形ではあるんだけど、私は神殿っていうとかよりも面をゲットするためのストーリーとか、そっちの方が私は好きでしたね。
はね、こんなキャラクターが出てくる。いいかな？リンク。ムジュラの主人公。数ヶ月前の冒険でハイラルを危機から救った勇者。その冒険の後、ハイラルを離れ、アイバ、エボナと共に新たな冒険の旅に出る。あれ？時のオカリナとムジュラってどっちが先？今見たら時のオカリナの方が先だった。知らなかった。これがエボナで、これがチャットです。ルックとかリースンとか言っていた妖精。それは時のオカリナだ。この妖精はね、いつも強気な感じでお姉さん気質な妖精でした。いつも怒ってるんですよね。何してるのよとかね、リンクがいつも怒られてるイメージです。物語のキーとなる人はこのスタルキッドとお面屋さんかな。このムジュラのお面、怖いお面あるでしょ。これお面屋さんから盗んじゃったんだよね。このムジュラの仮面を盗んだことにより、仮面の呪いで月を落とそうとするチャットの弟、これね、トレイルと行動を共にしているそう生き別れちゃったんだよね。ムジュラの仮面っていうのはね、恐ろしい力を持ってるんだよね。持ってる人が取り憑かれちゃう。この麺屋さんはね、よくわかんないんだよな。人々に幸せをもたらしながらお面を売り歩く旅の行商人。スタルキッドにムジュラの仮面を盗まれてしまい、とっても困ってる。いつもね、ニコニコしてるんだけど、急に切れたりするんだよね。ちょっと怖い人。リンクがね、冒険を進めていく上で、お面を使って変身することもできるんだけど、3つ変身できるんだよね。それがね、1個がね、テグナッツリンクっていう。次、コロンリンク。コロン族の勇者、ダルマーニの体を借りたリンクの姿。圧倒的な攻撃力で立ちふさがる敵をなぎ倒す。でも水と段差にとっても苦手。そう体太ってるから段差上がれないし、水に落ちたらもうキューって言ってね、なんか丸まってね、そこに落ちてゲームオーバーになっちゃう。ゾーラリンク、これはね、私が一番好きだったキャラクターですね。ゾーラバンドの伝説のギタリスト。ミカオの姿を借りたリンク。水中を自由に動き回れるのはこの姿だけ。でも異常な寒さと炎だけには注意しておこう。異常な寒さってなんだろう。氷や炎に弱いっていうのはなんか初めて聞いたかもしれない。リンクと一緒ってことだよね。氷と炎って。ゾーラめっちゃ好きだよ。なんかね、ちょっと恋してたんだよね。そう、ゾーラかっこよかったんだよな。なんかイケメンというかね、そういう目で見てた、ちっちゃい頃。ね、この気持ちは何かよくわかってなかったんだけど、今でも一番3つの中だったら好き。テグナッツはね、誰の亡骸でもないんだけど、コロンとゾーラは亡骸を借りてるんですよね。その亡骸のイベントもあって、なかなか深いんですよ。
最初の新店がウッドホールというところでした。ウッドホール、このイベントも楽しいな。なんかこれすごいメモある。これお兄ちゃんかな。あった、これだね。一番最初のね、怖いボスは。すごい名前。密林仮面戦士って言うんだ。神殿の最奥部の部屋で最初のボス、踊るはとの戦いになる。このボスは左の写真のような3種類の動きをするぞ。全然わかんない。見づらい。見えない。小さかった時、すごい怖かったんですよ。人間みたいな声をずっと発してるんですよ。じゃんじゃん、じゃんじゃんみたいな。あとは、じゃんじゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃらんみたいな。お祭りですかみたいな感じなんですよ。気になる方はちょっと YouTube で踊るわって検索してみてください。とりあえずちょっと気持ち悪い怪物でした。私これ怖かった。アイアンナックって言うんだ。重装甲の兵士、斧を振り回した後の隙にジャンプ切りをするが有効。鎧が外れると動きが速くなるが同じ攻撃で OK。 これ例えるならマイケル・ジャクソンが昔ライブで登場してからずっと動かなかったやつあるじゃないですか。それみたいな感じでもう全く動かなくて、でリンクがちょっとさちょっかい出すと急に動き出して戦闘 BGM が鳴り出してジュージューって言ってね、こう襲いかかってくるんですよ。それがほんと不気味で怖かったんですよね。これとかすごいメモしてある。スイッチの上、最後青いブロック。これはなんだろう。もしかしたらあれかな。カーフェイのアンジュさんのイベントかな。これはね、めちゃくちゃ私は苦労した。で、多分うちの兄も苦戦して、うちのママがおそらく調べてあげたんじゃないかな。正面リーデッド、新年右と左行く。めっちゃメモしてある。皆さんそうそうご存知ですか？昔ってなんかここのゲーム会社みたいなに、そうこれこれだ。本当にあるんだ。そうそう、昔は分かんなくなっちゃったら電話で聞いてよかったんですよ。だから私がカーフェイのイベントで一人で大泣きしてた時に、うちのお母さんが電話かけて攻略方法を聞いてくれてたんですよ。なんかそれは無理やり聞いてたのかなと思ったんですけど、合法的に大丈夫だったんだ。これは本当にあったんだ。無理やりなのかと思った。 T2 出版の攻略本をお買い上げくださった読者のために質問電話を解説します。このゲームの攻略に関する質問なら OK。 時間とマナーを守って電話をしてください。裏技に関する質問にはお答えできません。だって時代だ。こんなの絶対今いらないもんね。ここのコールセンターとか変わったんだ。ひたすら無邪のこと聞かれる仕事が楽しそう。月の内部、木の下、ゲーム。3つ目の宝箱過ぎた。あるいは魔法の壺を取って橋を渡る。これはどこの話をしているんだろう。後ろにはハートのかけらっていうのがあって、そうハートのかけらをねいっぱい集めていくと、この HP がめっちゃ増えるんだよね。
集めるんだけど、取ったら印つけてったんだ。これは多分うちのお兄ちゃんだ。私も多分やってたと思う。で、時計塔の前、デグバナに飛んで撮るとか、一個一個全部書いてあるの。ポストマン10秒ぴったりでカウンターを止めるとか。めっちゃ可愛い。皆さんは好きなキャラクターいましたか？私はそうだな、アンジュさんとか、やっぱロマニー牧場のこの二人とか、あとはここに載っていないんですけど、イカーナ渓谷の親子のイベントとか大好きでした。お父さんがね、なんかゾンビ化しちゃったんだっけな。でそれでなんか包帯ぐるぐる巻きになってて、家の地下のクローゼットに隠してるんだよね、女の子が。そう当時結構衝撃的な内容でした。好きなイベントとか好きな話がいっぱいありすぎて、なかなかまとまりのない感じにはなってしまいましたが、同じくね、ムジュラが好きな人にとっては共感できるような内容になっていればいいなと思ってます。では今日は動画をここまでにします。皆さん今日も動画を見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。